はい、鳥犬チャンネルです。今回は144分の1 M2 をですね、スタックに改造してみたという動画です。先週お送りしたのはね、人生3つ目の144分の1 Q キット M2 でしたけど、今触ってるのはね、これ2つ目の M2 で20代終わり頃ぐらいに作ったやつですね。で、3つ目でね、M2 作ったんで、2つ目で作った M2 をスタックに改造しようと思って、途中半端にして掘ってたんで、今回仕上げてみようと思ってね、触ってみました。頭とかね、プラパンでね、作って、左腕につけた今シールドもですね、プラパンで作っております。そういやね、質問でプライタのことをなぜプラパンっていうのって質問があったんですけどね、もう口癖になってるんで許してください。はい。本当はね、プラバンっていう記載の方がね、なんか多いみたいなんですけどね、板金の板ですね、板はね。それから言ってるみたいですけどね。で、透明でマジック書いて縮むやつ、あれなんかはプラパンっていう商品は確かにあるみたいなんですけどね、多分そんな感じでちょっともう身について50代半ばなんで、はい。といったわけで今ね、なんやかいながらこれ、ボークスさんのね、ポリキャップ引っ張り出してきました。A の中に、今切ってるところが 1mm で、飛び出てる凸部分は 2mm っていうポリキャップありましてね、こういうのをね、回転軸にして、羽のとこですね、腰の羽とかね、前面の羽のとこやってます。そして今やろうとしてるのはランチャーですね。メガランチャーのね、メガランチャーでよかったかな。バッサーランチャーだ。バッサーランチャーの2脚の軸のところですね、足の前の方のあれ作るのにね、使ったろうと思ってやってます。キットはね、接着でそのままもう固定で動かないんですけど、そこを入れたくて今 1mm の真鍮線入れてあげました。そして受けになる方をプラパン、これをね 1mm の穴開けてカットしていきます。3回ぐらいね線引いて、はい、パキッと割れるんで、同じくもう1箇所ぐらいやっちゃいます。そしてまたデザイナー筆で数回切れ目を入れてパキッと割っちゃいます。そしてね、角のところ、エッジのところを丸めるためにニッパーで切った後、金やすりでゴリゴリとやってあげますね。反対側も同じようにやってあげます。そして真鍮を入れてあげますね、プラパンの方に。はい、入ってきましたかね。そして 2mm 幅にカットした 1mm のプラパンですね。はい、これを2本貼り合わせてあげます。はい、そして先ほど準備したポリキャップとね、合わせてあげたいと思います。接着剤をつけて貼り合わせます。そしてヒートペンで溶着していきます。そして溶着しながらね、なだらかにこう坂道になるとこですね、ちょっと三角形っていうのかな、横から見たらそういったところを形を整えていきます。ヒートペンはね、こういうことできるんですごく便利です。形をこのように整えながらね、あとはね、先っちょのとこですね。はい、1個目も先に曲げてるんですけど、こういったところをね、ヒートペンの熱で曲げてあげます。こういう加工ができるのがね、ヒートペンの優れたところですね。ただこの十和田機械のね、ヒートペン、前も言ったんですけどね、生産がもう終売になっててね、これからもし壊れたらどうしようっていう状況になっております。
そしたらね、ランチャーの方につけていきたいと思うんですけどね、こんな感じですね。ここにね、可動軸をつけてあげたいです。ここね、ここにこういったのでつけてあげたいんですけど、プラパンを入れるかどうするかちょっと悩みどころですね。はい、そこでこれパンのね袋戸についてるやつですね、これ使うことにしました。私のコース、他の人もそうなんですけどね、使っておられる方おられるんですけど、1ミリよりもねちょっと薄くて 0.7 ミリぐらいかな。そういう樹脂使ってるんですごくね重宝してます。でこれバッククロージャーって言うんですよね。会社名もバッククロージャーで、アメリカの会社がもう独占的にやってますね。これマシンガンの弾みたいにねたくさんなんかねくっついてるっぽいんですよね。これね 2mm 系のウェブさんのねプラスアップをねここに貼ってあげることにしました。まず穴をね開けてますね。1ミリで開けてからそれから2ミリに広げてます。はい、ここに貼り付けようかなみたいな感じで、あとはこの辺切っていくだけですね。これもまた数回デザインナイフで切れ目を入れてからパキッと割ってます。これ使っていきます。でね、これタミヤのプラパンよりもね強度的にもね割とあるかなとは感じます。ちょっと稼働とかしてねテンションかかるところにはね割といい素材なんじゃないかなと思います。はい、プラパンの余白のところ、バッククロージャーのいらないところはこのようにニッパーでプチプチパチパチと切っていきます。角のとこもね可動で邪魔になるとこは切ってあげました。これをねここに刺してあげようという。でここに軸打ちをして動くようにすればねバッチリなんじゃないかなと思います。そしてねここを刺すとねいい感じになるかと思います。はい、ピンバイス 1mm で開口してあげます。ここもねまっすぐ入れたいんでね、はい、1mm の次は 2mm で開けてあげました。そしてこちらを整えてしまえば、はい、板が回るようにね、金やつでちょっと画角外れてますけどねゴリゴリと削ってあげてますね。そしてこちらに差し込んであげると、はい、そして先に作った足のとこですね、これを取り付けてあげるとね出来上がりになってきます。塗装の方ですね、塗装の方はこれまずねサフがけ、グレーのサフがけした後でこれダークイエローを塗ってますね。オレンジ色になるとこなんですけどね、先に下地でこの手はダークイエローを塗った方がね、グラデーションも残りながらいいんじゃないかなと思って進めました。はい、そして機体のオレンジ色をね本体色を塗っていきました。そしてねここでね吹いた後でね実はしくってることにね後で気づきます。はい、胴体の方はねオレンジでそのままでいきました。マーク2の時はね、両側分割したんですけど、はい、そして今からそのしくったところを直していきます。実はここのねフックがねいらないんですよね。でヒートペンで溶かしちゃいます。このようにねもう接着剤を塗った後でべったりとヒートペンで溶かしていくことにしました。はい、ヒートペンでね、潰していった後はね金やすりで削ってあげて、あとは今ねペーパーで削っていってます。2倍の速度で削ってるんでね本当はもっと遅いんですけどね。でペーパーもだんだんね目を粗いのから細かいのに変えていくっていうことをやっておりますね。ちょっとね塗装までしてねまた直さなあかんいうのはモデラーのあるなのかもしれないし、ちゃんとやる人はやるんでしょうけどね。はい、そして今度はね組み立ての方行ってますね。首のここのコードはねリード線の余りのでつけてますね。はい、もうこんな感じです。こういったとことかね本当はこうもっとこうザクのパイプみたいなこうポコポコポコってした切れ目の入ったやつとかね、そういうのがもしあったらそんなんがいいかもしれないですけどね、普通のリード線使いました。
はい、そしてね、頭、首を刺していきます。首はね、マーク2で、使ってた首をそのまま流用したんですけど、前あれ、ポリパテかなんかで作ったかな、そんな首だったと思います。そしてね、今度はランチャーの方にもね、はい、リード線をね、つけてあげようとしてますね。こちらにピンバイス 1mm で穴を開けてあげて、さっきの赤いリード線ですね、コードですね。これを入れてあげます。これですね。瞬着つけてあげて、ちょいっとつけてあげます。前の動画で私、瞬着あんまり好きじゃないって言ってると思うんですけど、やっぱこういうとこはね、使わないと無理ですね。で、プラ同士つけるときはあまり瞬着を使うのは避けてますね。あとでどうしてもね、劣化があったり、簡単にパキって割れることがあるんで、あんまり瞬着は好きじゃないですね。はい、そしたらね、塗装の置いたものをね、組み上げていきたいと思うんですけどね、こんだけバラバラにして拭いております。次々とね、机に持ってきてるんですけどね、竹串で刺して塗装を終えてる感じです。はい、そしてね、ここはね、結構ね、簡単にこうパキッと折れちゃうとこなんで、キットのままのプラだと 0.5mm の真鍮線を入れて補強してあげてますね。で、どうしても薄いんで、プラパンで根元のところは支えになる基板は作っております。こんな感じですね。はい。で、キライヤ言ってた瞬着をここにまたつけてます。これね、確か裏側にエポパテつけてたんで、もうそこは普通の接着剤で使うので仕方ないんで、このように瞬着つけて、はい、取り付けをしております。どうしてもね、プラ同士じゃなくて、プラとパテとか、金属パーツ使うっていう時はもう瞬着使ってますね。はい、このようにできてきております。はい、まずそしてね、足のパーツからね、またつま先はカットして取り付けするようにしてます。はい、つま先をね、このように差し込んで作っていっております。はい、このように取り付けます。この頃は足首のところはボールジョイントでつけてましたね。真鍮線と、ポリのボールをこう組み合わせながらね。で、膝下のところもですね、今ちょっとうまく入らなかったんでね、直してますけどね。はい、あとはもうね、エルガイムマーク2と同じ作りにほぼなってますんで、完成したところで変形さすところをお見せしたいかなとは思ってます。はい、完成したところがこんなもんですね。こんな感じになっております。ただね、20代の頃作ったやつなんで、そのままの関節で作ったりしてるんで、結構ね、ポリキャップ使ってるとこもへたりは出てきておりますけどね、こんな感じで変形するときは足をね、このように上げてあげます。そしてここ、本当は一体化してる小さい羽もこのように折りたためるようにしてて、こう足を曲げるっていうのがスタックといいエルガイムマックスといい同じ変形ですかね。はい、そして肩のところ、このような変形になってで、ここはキットのままにしてますね。はい、ここはね、前作ったエルガイムマーク2ほどは触ってないです。はい、このようになります。そしてね、ほぼ出来上がったところで、ね、うっかり気づくんですけど、ここ本当はね、3mm 軸でね、ここ止めなあかんところをね、カットしてたっていうね、オチなんですけどね、しまったなっていうところですね。仕方ないんで、1mm の、はい、真鍮線のところにね、無理やり刺して、あとは腰の羽を立ててあげました。こんな感じで一応変形するって感じです。